Hola gente, soy Osmin. Y yo soy Eli. Bienvenidos al canal Españoleando JP. このチャンネルに学びに来てくれてありがとうございます。このチャンネルではネイティブ教師の手伝いで本格的なスペイン語を学ぶことができます。それに加えてスペイン語圏について様々な興味深い情報もたっぷりとご紹介しますので、最後までジョインしてくださいね。¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre el origen del idioma español. さあ、今回はスペイン語の起源についてお話ししたいと思います。つまり、スペイン語はどこで生まれ、どのように進化して、現在のスペインや中南米で話されるようになったのかという内容ですね。Entonces, ¿vamos a empezar? では、始めましょう。まず、言語という生き物について考えましょう。言語そのものは何なのか、どのように生まれたのか、そんなの想像できます皆さん。かなり難しいですよね。さて、この問題を解くための鍵は先ほどの定義にありますね。言語は生き物です。生き物のように生まれ、進化しながら何世紀間も育って、状況が整えば自然に消滅しても珍しくないんです。でも、今回は一般的に言語について喋るのではなく、スペイン語という言語についてお話ししますので、そこでスペインという国の歴史を知る必要が出てきます。La historia de España. Bueno, ¿y dónde está España? 一体スペインはどこにあるのでしょうか？そうだ、en Europa。ヨーロッパですね。皆さん、ヨーロッパというとどんなところを想像します？素敵な大聖堂が多かったりとか、パリのような優雅な雰囲気の都市などがたくさんあったりとか、いろいろと思い浮かぶんですね。ただ、それは現代のヨーロッパのイメージに過ぎませんが、2000年以上前のヨーロッパを考えてみてほしい。今度こそどのような場所だったと思いますか？そうだ、冬の長い寒すぎてどうしようもない大陸だったんですね。とにかく寒いんです。その通りだが、スペインのあるイベリア半島は他の地方と違って温暖な気候に恵まれています。一言で言うと、暖かいんです。そのため、長くて寒い冬のヨーロッパの人たちにとっては、古代イベリア半島はまるで楽園のようでした。El paraíso ですね。当然、彼らが大陸の隅々からイベリア半島へとやってきました。例えば、ずっと前から居住していたイベリア人の他に、北欧からやってきたケルト人とか、どこからやってきたのかは未だ不明なタルテシア人とか、中東からやってきたフェニキア人やギリシャ人などもいましたね。言うまでもなく、この人たちの喋っていた言葉が当然違っていたんです。面白いですね。では、ここまではスペインはどこにあるのか、そしてイベリ半島の先住民は誰だったのかを見てきました。これからはスペイン語はどのようにして現代の言語になったのか教えてください。時は紀元前3世紀です。その時代には古代歴史で最も強力な帝国がヨーロッパのどこかに栄えていました。もうすでにお分かりですか皆さん？そうだ、ローマ帝国なんですね。El Imperio Romano。紀元前3世紀から1世紀にかけて、ローマ帝国は地中海周辺地域全体を征服して、その言語であるラテン語を課しました。El Latín。ちなみにですね、ラテン語といっても、昔に今日のような学校などもなかったため、文献に残った古典ラテン語とはだいぶ異なって、民衆が話していたのは俗ラテン語と呼ばれています。つまり、ローマ帝国が崩壊した後は、俗ラテン語は現地の言語と混合されて、地方ごとにその俗ラテン語から分化して現在のロマンス称語ができました。ロマンス語ってお分かりですか皆さん？その通りです。イタリア語、El italiano、フランス語、El francés、ルーマニア語、El rumano、ポルトガル語、El portugués、カタロニア語、El catalán、
そして、そうですね、スペイン語です。El español。先ほどお話ししたように、ローマ帝国が長い年月をかけて衰退して最終的には崩壊します。その後のヨーロッパが中世という時代に入ってきます。その時のイベリア半島は北欧や中東から遊牧民が侵略してきたりとか、そしてイスラム教徒が8世紀の初めから半島の大部分を征服して約700年間滞在したという事情があったので、半島で共生していたさまざまな方言はたくさんの外国語の影響を強く受けました。その中で広く話されていたカスティリア語も豊かな言語になったんですね。そう、面白いデータとしてはスペイン語には約4000のアラビア語の単語があり、その数はスペイン語の語彙のなんと 8% も占めています。いかがでしょうか皆さん、びっくりしますよね。その次にスペイン語の歴史上では13世紀に中世時代のカスティリア語として知られているものは標準化されました。およそ300年後の1492年、カトリックの王であるカスティリア地方のイザベル1世とアラゴン地方のフェルナンド2世が結集してアラブ人を最終的に追放しました。彼らはカスティリア語を公用語として、学者はその文法と綴りを統一してそれを国中に広めました。皆さん、ここからは本当に面白くなってきますよ。1492年にはスペイン語そのものにとって非常に大切な出来事がありました。それが何かお分かりでしょうか皆さん。この人物はご存知でしょうか？そうです。コロンブスですね。コロンブスが大西洋を渡りアメリカ大陸にたどり着いたことがスペインだけでなく世界の歴史に大変重要な変化をもたらしました。その冒険に挑んだのは主にイベリア半島の南にあるアンダルシア地方とカナリア諸島の人たちでした。それまでのスペインではスペイン語が正式に公用語として認められていましたが、依然として多くの地域的な違いが残ってました。例えば C と Z の発音は S とは異なり、英語の TH のようなソフトな発音が主流だったんですけれども、アメリカに向かったカナリア諸島やアンダルシアの人たちは S と発音されていました。そうか、現在でも中南米の人とスペイン人との発音の主な違いはこの3つの子音の発音の仕方くらいに限られますね。確かそうですね。ラテンアメリカの人がビールのことをフェルベサではなくセルベサと発音するのはそのためです。まだ他に何かあります？それはありますよ。スペイン人がアメリカを征服したとき、スペイン語は各地域の母語と混ざりました。そのおかげでスペイン語がさらなる進化を遂げました。例えば、トウモロコシで作る伝統的なメキシコ料理のタマレやトマト、そして皆さんの大好きなチョコレートまではメキシコのナワテル語からスペイン語に入ってきました。そしてペルーとボリビアのケチュア語がポンチョ、コンドル、また世界のどこでも料理にされるポテトを貢献してくれました。そしてカリブ海諸島のタイの語がなければバーベキュー、カヌー、ハンモックもなかったことでしょう。いかがでしょうか？感動しますよね。皆さん、先ほど言語は生き物だと申し上げたんですが、生きているからこそ常に進化しています。現在、英語の単語を借りることやスペイン語を英語に借用することって珍しくありませんよね。同じ交換が他の言語でも常に行われています。
日本語ですらカタカナに変えた外来語が毎日のように増えています。そうですね。グローバル化した世界の中では、このトレンドにはおそらく近いうちには変わりがないでしょう。長い歴史の話でしたね。最後まで聞いてくれて Muchas gracias! この動画が気に入ってくれたらいいねで知らせてくださいね。そしてチャンネル登録もして通知ベルをアクティブにしてくれれば動画をアップしたらすぐに確認してもらえますからよろしくお願いします。またスペイン語やヒスパニック系の文化に興味がある人にもぜひ共有してみてくださいね。では、Hasta el próximo video. Chao.